あなたが絶対的な信頼を寄せるその人には裏の顔がないと言い切れますか。2020年12月23日、アメリカカリフォルニア州の沿岸都市ソラーナビーチ、一人暮らしの父親の自宅へ掃除をしに来ていたその女性はジェイド・ジャンクス。もうすぐ退院だし、いつ帰ってきてもいいようにしとかなきゃ。この1週間前、ジェイドの父トムは自宅で転倒し怪我を負って入院。毎晩夕食を作りに来るほど父と仲が良かったジェイドは彼が不在の間も掃除をしに来ていたんです。町長保護を研究し、児童に教育の場を提供する施設バタフライファームの経営者で、地域住民からも慕われている父トム。ジェイドはそんな父のことを心から尊敬していました。そう、今日この時までは。不意にトムの PC のマウスを動かしてしまったジェイド。その瞬間彼女は凍りつきました。なぜならスクリーンセーバーが解除されたその画面には、愛する父の PC にあってはいけないものを見つけてしまった娘に到底許されない行為をしていた父は日々娘と何を思って接していたのか。真実を知った娘が父に下した制裁とは。おそす、世界で一番愛してますルナちゃんです。ケンちゃんです。生のカニをしゃぶしゃぶしてチュルンってしたヤミコです。実はね、新年カニ食べましたわ。フロアマシンチュルンってした、チュルンって。カニ食べながらね、配信でもやりますか。いいの？はい。じゃあ、しゃぶしゃぶしましょう。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州のとある親子をめぐる驚愕の事件なんです。この親子はですね、非常に仲が良かったんですけれども、実は親父さんの方が娘さんにとんでもないことをしてたんです。何怖っ。これね、人間不信とかいうレベルじゃないぐらい自分がされた側だとしたら恐ろしい内容なんですけれど、ある日、父親の部屋を訪れ真実を知ってしまったその女性。その瞬間、彼女は何を思ったのでしょうか。22年越しの真実。2020年12月23日、舞台はカリフォルニア州サンディエゴ郡ソラーナビーチ。もうすぐパパも退院だし綺麗にしとかなくちゃ。一人暮らしの父の自宅へ掃除にやってきたのはジェイド・ジャンクス。フリーでインテリアデザイナーを務めるエネルギッシュな雰囲気の女性でした。ジェイドは長く親元を離れて暮らしていましたが、つい半年ほど前に父親のトムが隣のアパートへ引っ越し、以来こうして掃除をしに来たり夕食を作りに来たり頻繁に父の元を訪ねてきていたんです。そんな父トムは現在自宅で転倒した際の怪我で入院中。ジェイドが父の不在の時にこの部屋へやってくるのは少し珍しいことでした。そんな予期せぬ訪問だったからこそ、ジェイドはこの後信じたくもない真実を知ることになってしまうんです。掃除に精を出すさなか、不意に父トムの PC のマウスに触れてしまったジェイド。するとスクリーンセーバーが解除され、何よこれ。その瞬間、長い年月をかけて育まれた親子の絆はもろくも崩れ去ったんです。それはジェイドがその PC 画面を見てしまう22年前のこと。当時15歳だったジェイドに新しい家族ができました。今日から僕が君のパパだ、よろしくな。そう言ってジェイドに笑いかけたその男性はトム・メリマン。シングルマザーだった母の再婚相手でした。そう、実のところジェイドとトムは連れ子とママ父の関係。思春期を迎えていたジェイドにとって彼の存在はたやすく受け入れられるものではないように思いました。しかし、よし、今度の休みはキャンプに行こう。やった、楽しみ。万人に優しく気遣いのできるトムは周囲の誰からも好かれる人格者。アウトドア好きで動物や植物についても博識だった彼にジェイドはすぐに懐いたんです。この時点では連れ子にもすっごく優しくて素敵なお父さんに見えるわよ。素敵なお父さんだったからこそ裏の顔を知った時のショックが大きかったんですよ。何？自然をこよなく愛していた父トムは2013年に蝶々の研究保護児童への教育の場を提供する施設バタフライファームを設立。蝶との触れ合いを楽しむ人々やトムの豊富な知識に感心する人々を目にするうち、ジェイドの父への尊敬の念はみるみる膨らんでいきました。後にインテリアデザイナーとなった彼女のモットーは、住む人が誇りを持てるような唯一無二の空間を作るというもの。そんな仕事に対する彼女の意志も地域社会に貢献する父の背中を見てのものだったのかもしれません。そして父トムと家族になって22年が過ぎたその日、彼の PC を見てしまったジェイドは過去の父の振る舞いが全て作り物だったことを悟ります。そう、父トムはジェイドの裸の写真を壁紙にしていたんです。
その事実だけでもめまいがするような思いがしていたジェイド。しかし彼女は勇気を振り絞り、さらに PC の中身を確認します。するとそこにはジェイドがシャワーを浴びている姿や彼氏との行為中の姿など、彼女のいやらしい姿を写した写真が次から次へと見つかりました。父トムはなんとジェイドが16歳の頃から26歳まで10年にもわたり彼女の裸を盗撮し続けていたんです。数百枚の写真は綺麗にフォルダ分けされ、スライドショーまで作られている始末。父トムがジェイドを異常性癖のはけ口としていることは明白でした。パパが優しくしてくれてたのは怪しまれずに盗撮するためだったの？こんなん立ち直れないわよ。素敵な親子関係に見えてたからこそ私自身めっちゃくちゃショックなんだけど。実は娘とそんな良好な関係を作れていたっていうのは、覗き見を好む障害とも言われる摂氏症っていうものの特徴と一致してるんですよ。摂氏症というわけで本日のメトラキーワード、摂氏症について。摂氏症とは異性が服を脱いだり行為を行ったりする姿を覗き見することに的興奮を覚える状態。重度になると常に覗き見をしたい衝動に駆られたり、覗き見に1日の大半を費やしたりと社会生活に支障をきたすケースも。摂氏症の患者が興奮を覚えるのはあくまで見られていると気がついていない人を覗き見することに対してだけ。実際の的接触には興味がないのも特徴なんです。父トムが長年娘を盗撮しながら良き父を演じられたのは彼に的接触の欲求がなかったからかもしれません。ジェイドはここから父との関係にけじめをつけるべく行動を起こすんです。そしてその結果は非常に残念なものだったんです。ゴミの山。ジェイドが父トムの秘密を知ってから数日、どうしよう、もうすぐパパが退院しちゃう。彼女はじきにやってくる父の退院に怯え、夜も眠れない日々を過ごしていました。シャワーを浴びるとき、トイレに行くとき、服を着替えるとき、常にどこかで盗撮されているような気がしてしまい、ジェイドは完全に憔悴しきっていたんです。そんな中彼女は SNS 上で何でも屋を名乗っているアラン・ローチという男性と連絡を取るようになりました。パパが退院したら彼と縁を切るため PC の写真を見た話をしたいの。でもパパと二人きりでその話をするのは怖くて立ち会ってほしいんです。そう、父トムの秘密を知ったジェイドが出した答えは、父と完全に縁を切り二度と会わないこと。その覚悟を持って迎えた2020年12月31日、ジェイドは父が入院しているリハビリセンターへ車を走らせました。父トムが退院を迎えたこの日、本来なら何でも屋のアランの立ち会いのもと話し合いが行われるはずだったのですが、予定通りに行かなかったってこと？ジェイドが襲われちゃうとかそういうことなんじゃないの？大丈夫？さてね、一体どうなったんでしょうか。それはジェイドがリハビリセンターへ父トムを迎えに行った翌日の2021年1月1日、父トムの自宅の前の歩道には元旦の朝にしては少し異様な光景が広がっていました。そこに積み上げられているのは段ボールや発泡スチロール、資材の入った袋など、そのゴミの山の前でジェイドは一人何やら作業をしていたんです。すいません、仕事関係の資材で少し散らかしちゃってすぐに片付けるので多めに見てください。新年早々住宅街に現れたゴミの山を怪げそうに見ていた近隣住民に申し訳なさそうに頭を下げるジェイド。彼女が何をしていたのかはこのもう少し後で明らかになります。一方で同じ頃、一人の男性から警察にこんな連絡が入りました。昨日夜遅くに友達に呼び出されて彼女の家まで行ったんです。そしたら彼女は父親の遺体を運ぶのを手伝ってくれって言ったんです。男性を呼び出した友人とは紛れもなくジェイドのことでした。全然話違うじゃない。ジェイドが殺したってこと？警察に電話をした友人の言った通りならそうなのかもしれないんですけれど、彼女が親父さんを殺した証拠をつかむっていうのは容易なことではないんです。警察が事情聴取に訪れると、ジェイドは困ったような顔をしてこう言いました。パパですか？昨日リハビリセンターに迎えに行ったんですけど、その後どこに行ったかわからなくなっちゃって。ジェイドはそう話しただけで、警察が自分を疑っていることを知ると弁護士を要求。それ以上は何も語ろうとはしませんでした。一方で警察はトムとジェイドそれぞれの自宅を一晩かけて捜査しますが、決め手となる証拠は何も見つからなかったんです。しかし警察が家宅捜索を終えた1月2日の朝、意外なところから事態が一変します。おい、大変だ！そう叫んだ警察の目の前には、昨日ジェイドが仕事の資材を散らかしてしまったと言っていたゴミの山が。その山をかき分けると、毛布に包まれた父トムの遺体が隠されていたんです。こうしてジェイドはゴミを積み上げるところを見かけた近隣住民の証言、警察へ連絡してきた友人の証言もあって逮捕されることに。ただこの後に及んで彼女はまだこんな主張をしていたんです。殺すなんてとんでもない。私はただパパと話をしたかっただけなんです。思いっきり体隠してるし、殺してるとしか思えないんだけど、なんでそんな言い訳をしてるわけ？実はね、まだジェイドが親父さんを殺したかどうかっていうのはわからないんです。事件の日、親子に一体何があったのか、彼女の言い分を見ていきたいと思います。不慮の事故。
事件があった2020年12月31日の午前中、ジェイドは父が入院しているリハビリセンターへ向かいました。 PC の写真の件を打ち明けることを思うと気が気ではありませんでしたが、ジェイドは他愛もない話をしながら平静を装っていたんです。一方でいつもと様子が違ったのは父トムの方。このところ眠れてなくてね、睡眠薬を買ってきてくれないか。そこからジェイドはドラッグストアへ向かい睡眠薬を購入。その後自宅への道中でのことでした。気分が悪い。ちょっと大丈夫？しっかりして。突然苦しみ始めたトムを前にジェイドは必死に声をかけますが、彼は意識を朦朧とさせろくに返事もできない状態。この時トムはジェイドが買ってきた睡眠薬を通常よりも多めに飲んでいました。またその直前に怪我の処方箋を飲んでおり、何か良くない反応が出た様子だったんです。ジェイドの言う殺してないっていうのはトムが薬の影響で事故死したっていう主張なわけで、ジェイドの言い分としてはそうなんです。そして彼女は自分一人ではどうにもならないと思い、ここからいろんな人に助けを求めてもいるんです。ひとまず家のベッドで安静にしてよ。体調を悪化させたトムを前にジェイドはそう考えますが、トムは体重が80キロあるため女性一人では車から運び出せそうもありません。そこでジェイドが連絡を取ったのが SNS で知り合った何でも屋のアラン。パパが体調を崩して車の中から動けないの、家に運ぶのを手伝って。しかしこの時アランは取り込み中でジェイドの元へは向かえなかったため、代わりに友人のブライアンを向かわせることに。そしてブライアンは現場にやってきはしたものの、父トムの様子を見るなりこう言ったと言います。相当ヤバそうだな、俺は関わりたくない。ジェイドは続けて自身の友人を呼び出しますが、その友人もブライアンと同じような反応。結局トムを家に運ぶことは叶わず、ジェイドは彼を一晩車の中で寝かせることにします。そして翌朝ジェイドが車へ様子を見に行くと、父トムはすでに冷たくなっていたというんです。パニックになった彼女は車から遺体を引っ張り出すと、慌てて仕事のゴミをかき集めその中に隠しました。ジェイドが遺体を隠した理由はこうでした。私の責任でパパが亡くなったって責められるんじゃないかって、それが怖かったんです。遺体には他殺とみられる痕跡もなく、結局トムは過量服薬による中毒死とみなされ、ジェイドの主張に嘘はないように思えたんです。ジェイドはね、盗撮の件で話し合いしたかったってだけなのに、いきなりお父さん苦しみ出して倒れたりなんかしたら、そりゃパニックになるわよね。でもね、ここまで見てきたのはあくまでジェイド側の証言なんです。事件の日に本当に何があったのかを知っているのは彼女だけではないんです。娘が望んだこと。父トムの死を事故死と主張し無実を訴えたものの、殺人容疑で起訴されることになったジェイド。彼女の裁判は事件から2年後の2022年12月に始まりました。私はパパを殺してなんていません。ただ彼と縁を切りたかった、それだけなんです。その目に涙を浮かべ必死にそう弁明するジェイド。しかしここでそんな彼女の主張を覆す証拠が提示されるんです。それはジェイドが事件当日連絡を取っていた何でもやアランのスマホに残っていたメッセージでした。2020年12月31日、ジェイドは父トムをリハビリセンターに迎えに行った帰り道で車を路肩に止めた。ハンドルから手を離すとスマホを取り出しメッセージを打ち始めたジェイド。やっと薬が効いたみたい、すぐに来てほしい。そう、助手席では睡眠薬を投与された父トムがすでに意識を失っていた。ジェイドはそうやってトムを動けなくした上で何でも屋のアランを呼び出そうとしていた。しかし、あなたがジェイド・ジャンクスさん？あいつは今来れないらしい。手伝ってほしいことって何？やってきたのはアランではなくその友人のブライアン。ただジェイドはとにかく男手を欲していただけで協力者は誰でもよかった。そして彼女はその日初対面のブライアンに向かって確かにこう言った。パパが気を失っている間に家の中に運んでほしい。それからパパの首を絞めて殺して。そう、現場へやってきたブライアンが関わりたくないと言って帰っていったのは、それが殺人の依頼だったから。ブライアンが帰った後、ジェイドに呼び出された友人も全く同じ理由で協力を拒んでいました。以降も何でも屋のアランに何度となく催促のメッセージを送り続けたジェイド。パパが目を覚まして怒り狂ってる。早く来て。私がドンキで殴るからその後のことを手伝って。パパはもう起きてる。私一人じゃ無理。この時父トムが実際に目を覚ましていたわけではありません。ジェイドは自分が危険な目に遭っているように装い、どうにかアランを呼び出そうとしていたんです。これはもう確実にやっちゃってんじゃない？ジェイドが何でも屋のアランに送ったメッセージは殺人を意図したものだったんですよ。そして彼女は確かに父親トムを手にかけていたんです。事件が発覚した当初、父トムの遺体に他殺の痕跡がなかったことから、彼は睡眠薬の過量服薬による中毒死と考えられていました。しかしその後の検視の結果、トムが服用した睡眠薬の量は決して死に至るほどのものではないと判明。そう、トムは確かにジェイドに絞殺されていたんです。
人間は意識不明の状態だと呼吸が抑制されるため、わずかな力での考察が可能。その状態でジェイドはトムの頭にビニール袋をかぶせ、その上から首を絞めました。わずかな力で考察されたトムの首元にその痕跡は一切残らず、警察をミスリードする結果となったんです。車内から発見されたビニール袋の内側からはそれをかぶせられたトムの DNA が、さらに袋の外側からは犯人ジェイドの DNA がしっかりと検出されていました。こうして迎えた2023年3月、ジェイドは第1級殺人の罪で最低25年仮釈放なしの終身刑に。その際、父トムと娘のジェイドそれぞれの関係者は彼らについて次のように語りました。トムは慈愛に満ちた寛大で無欲な男でした。生き物を育てる天才的な才能を持っていた彼を多くの人に覚えておいてもらえるよう最善を尽くします。ジェイドは一緒にいると元気になれる、私にとってお姉さんのような存在でした。仕事中は力仕事も難なくこなすのに、プライベートではおめかししてパーティーに出かける姿にいつも憧れていました。親子がそれぞれ誰からも愛される人格の持ち主だったジェイドとトム。そんな二人が互いに過ちを犯してしまったこの事件は、被害者加害者双方の関係者に多くの悲しみをもたらしたんです。